俺が勤めているベンチャー企業の社長は大学時代の先輩であるユータさんだ。同じ学部で一学年上だったユータ先輩とはサークルが同じで知り合った。見た目はおとなしそうな穏やかな印象なのに、話をすると切れ味の鋭いナイフみたいに瞬時に答えが返ってくる。けれど、とっつきにくいという感じは全くなくて、後輩の面倒見もよく、誰からも好かれる人柄だった。すごいな。たった1年しか違わないのに、こんな人がいるんだ。ユータ先輩に憧れの気持ちを抱いていた俺は、暇さえあれば、ユータ先輩のそばにひっついていた。そんな俺を、ユータ先輩も特に可愛がってくれていたと思う。憧れであり、目標であったユータ先輩は、大学在学中にベンチャー企業、東京コントレイルを立ち上げ、インターネット関連のソフト販売を始めた。卒業する頃には、コントレイルは右肩上がりの急成長を遂げていた。陽介、コントレールってどういう意味か知ってるか？卒業式当日、先輩が花束を渡した俺に聞いてきた。確か飛行機雲じゃなかったですか？そうだ。俺はな、この会社を空の向こうのずっとずっと遠くまで果てしなく伸びていく飛行機雲のようにしたくて、そう名付けたんだ。そうだったんですか。いい名前ですよね。うん。だから、お前も卒業したら俺と一緒に雲になろうぜ。待ってるからな。ゆうた先輩のその言葉を俺は一生忘れないだろう。この人と一緒なら空の果てまでだって行ける。そう思い、俺は卒業と同時に迷わずコントレイルに入社した。それから7年の月日が流れた。コントレイルは今や売上1000億円を超える企業に成長している。ユータ社長は IT の U と呼ばれ、マスコミにも取り上げられるほどの有名人になっていた。俺はユータ社長の期待に応えるべくがむしゃらに働き、今は営業部長として役職付きになっていた。ユータ社長は厳しい人だが、結果を出せば必ず評価してくれる。若い社員が多いコントレールはまだまだ成長し続けるだろうと誰もが夢を持って働いていた。けれど、そんなある日のことだった。連日残業が続いていた俺は、大切な取引先との商談にうっかり遅刻してしまい、先方をえらく怒らせてしまったのだ。どれほど謝っても許してはもらえず、取引はなしだと言われてしまった。完全に俺のミスだ。絶対に挽回するつもりで、俺はユータ社長に報告をした。これまでの経緯を正直に話す。社長は黙って聞いてくれていた。本当に申し訳ありませんでした。これからもう一度先方に伺ってチャンスをくれるように頼むつもりです。そうか、頼むぞと言ってくれると信じていた俺は、社長の返事を待たずにドアへ向かった。その時、もういい、と背中にユータ社長の声が聞こえた。いいって何がですか？いいからいいと言ったんだ。お前はこの仕事から外れろ。でも、俺のミスです。挽回のチャンスをください。挽回？ゾッとするほど冷たい声で社長が言い、目を細めて俺を見た。仕事にもう一度があると思うな。お前はこれで終わりだよ。本気で言ってるんですか？冗談に見えるか？でも、
俺はこの7年必死に頑張ってきました。ただの一度もミスなんてしていません。社長は俺を信頼してくれていたんじゃないんですか。信頼？そんなものはどうだっていいんだ。仕事は結果がすべてだよ。雄太社長が突然知らない人間に見えた。あれほど憧れていた人はこんな冷酷な人だったのだろうか。学生時代の先輩の笑顔が思い出の中で音を立てて壊れていく。俺は喉が詰まって何も言い返す言葉が見つからなかった。結局、その後俺は辞表を提出した。最後の日に挨拶に行った俺は結局社長に会ってもらうことすらできなかった。虚しかった。俺の7年は何だったのかとひたすらに悲しかった。そんなに落ち込まないで。雄太先輩にも何か考えがあるかもしれないよ。退職した夜、家でやけ酒を煽っている俺に妻のリサが言った。リサとは大学が同じで学生の頃からの付き合いだ。サークルが同じだったリサは雄太先輩のこともよく知っていた。そんなもんねえよ。ただ俺はゴミみたいに捨てられただけだ。そうだとして、リサが俺の背中を優しく撫でる。それでも陽介がここまで来れたのは雄太先輩のおかげでしょ。悩んだり憎んだりするのはやめようよ。リサの手のひらのぬくもりがささくれだった俺の心に温かくしみる。ずっと雄太先輩のそばで生きてきたじゃない。独り立ちするいい機会だと思ったらどうかな。そうだな。金魚の糞は卒業するか。そんな風に言わないで。あんなに憧れてた人じゃない。それにこれまでやってきたことが無駄になるわけじゃないでしょ。俺はうなずいた。アンナだってまだ小学生になったばかりだよ。まだまだ私たち頑張らなきゃ。わかった。明日から心機一転、また新しい仕事を探すよ。俺の言葉にリサがほっとしたように微笑んだ。翌日から就職活動が始まった。まだ29歳だし、営業部長としての実績もある。贅沢を言わなければすぐにでも見つかるだろうと思っていた俺は甘かった。コントレールで部長さんをされてたの？そんなすごい人、うちなんかにはもったいないですよ。どこも最終面接まで行くのだが、採用には至らない。29歳にして役職付きだったという過去がこんな風にマイナスに働くとは思わなかった。そんな俺を拾ってくれたのは創立してまだ1年にも満たない本当に小さなベンチャー企業だった。社長の木原さんは俺より年下の26歳。大手企業でサラリーマンをしていたが、夢だった自分の会社ミッションを立ち上げたばかりだと言った。諸田さんのような経験豊富な方に来てもらえるなんて夢のようです。目を輝かせて握手をしてくれた木原さんを見ていると、かつての雄太社長を思い出し、少し胸が痛んだ。ぜひお力を貸してください。うちは本当に小さな会社ですが、報酬はできる限りお支払いいたします。ありがとうございます。全力で頑張ります。その日から俺は木原社長の下で働くことになった。社員100人にも満たない小さな会社では、
やることは山のようにあった。一応俺は営業部配属だったが、それ以外の雑務もこなしながら積極的にかつてのクライアントを回った。雄太社長に対する罪悪感などはない。雄太社長の言うように結果がすべてなのだ。コントレールに遠慮なんてしている場合ではなかった。がむしゃらに働き、あっという間に5年の月日が流れた。ミッションは順調に成長を続け、今では社員数200人を超えている。まだまだこれからだが、俺は少しだけ木原社長に恩返しができたようで嬉しかった。そんなある日、古い付き合いのクライアントと商談をしている時だった。そういえば、諸田さん、お聞きになりました？商談はスムーズに終わり、残りのコーヒーを飲みながら談笑している時だった。何をですか？コントレールのことですよ。コントレールがどうかしましたか？ご存知ないんですか？びっくりしたように聞かれて俺はじれた。知りません。どうしたんですか？敵対的買収にあって他の企業に吸収されたんですよ。絶句する。まさかあのコントレールが。何でも経理部長をされていた方が自分の持ち株を全部相手企業に売ってしまったようです。それが決定打になったようですね。経理部長が。俺は雄太社長と共にコントレールを立ち上げたかつての先輩である高村さんの温厚な顔を思い浮かべた。信じられない。あの高村さんが雄太社長を裏切ったというのか。その方は新しい会社で役職を保証されて移られたようですよ。社長はどうしているんですか？さあ、そこまでは。社を去ったのは確かですが、今どうされているのかはわかりませんね。そこまで話すと、ではまた、と言い、クライアントは帰っていった。俺はしばらく呆然として動くことができず、空のカップを見つめ続けていた。帰宅してリサにその話をした。するとリサが驚くことを言ったのだ。私、雄太先輩を見たかもしれない。見たってどこで？近くのショッピングモールよ。アンナを連れてたまに買い物に行ってる。ショッピングモール？他人の空似かと思って見過ごしたけど、やっぱりあれは雄太先輩だったわ。雄太先輩がショッピングモールで何してたんだ？それが、そこでリサが口ごもった。なんだよ。何してたんだよ。清掃員をしていたの。アンナとフードコートでご飯を食べてたんだけど、テーブルを拭いて掃除をしてる男性が雄太先輩にそっくりだったのよ。清掃員？雄太社長が？俺は思わず笑ってしまった。あのプライドの塊みたいな雄太社長がよりによって清掃員？そんなバカな。それはさすがに人違いだろう。でも本当にそっくりだったのよ。私を見てちょっと微笑んだような気もするの。ありえないよ。言い捨てて俺は立ち上がった。どうしてこんなに腹が立つのか自分でもわからない。けれどあれほど憧れていた人が落ちぶれた話なんて聞きたくなかったのかもしれない。でも雄太先輩ならやりそうじゃない？なお話し続けるリサの言葉に俺は振り返った。
やりそうって清掃員をか。うん、昔から100が0かって人だったでしょ。もう一度ゼロの状態で清掃員をしていても私は驚かないよ。言われて考える。確かに、雄太社長ならやりそうだ。てっぺんじゃないならどん底でいいといつも言っている人だった。陽介、確かめに行っておいでよ。リサの言葉に俺は素直にうなずくことができなかった。けれど、どうしても気になった俺は、翌日会社帰りにショッピングモールに寄ってみた。リサが言っていたフードコートや食品売り場などあちこち歩き回ってみた。最後にトイレに行ってみると、清掃中の看板が立っていた。まさかと思い入ってみると、そこにいたのは紛れもなく雄太社長だった。俺を見て驚きもせずに、久しぶりだな、と言った雄太社長を仕事が終わるまで待ち、フードコートで向かい合って座った。聞きたいことは山ほどあるはずなのに、何から聞けばいいのかわからない固まったままの俺を見て雄太社長が笑った。何から聞けばいいのかわかんないって顔だな。まあ。簡単に言うと、俺は社長をクビになった。詳細は知っているかもしれないが、高村の裏切りだ。で、俺は再就職を探して奔走したが、コントレールの社長だったという肩書きのせいで、どこにも採用されなかった。そして、いろいろ探した結果、今はこの仕事をしている以上だよ。淡々と話す雄太社長は、なぜかすっきりした顔をしている。痩せてはしまったが、顔色は悪くない。裏切られた、じゃないな。先にお前たちを裏切ったのは俺の方だからな。遠くを見るような目をして雄太社長が話す。コントレールを欲しがっている企業の話は実は前から知っていたんだ。でも俺は誰にも相談しなかった。内容を漏らして誰かが持ち株を売ってしまうことを恐れたからだ。結局俺はお前たちを信用していなかったんだよ。雄太先輩。思わず学生時代のように呼んでしまった。疑心暗鬼になっていた俺は、お前の些細なミスもわざとじゃないかと疑った。陽介、本当にすまない。頭を下げられて慌てて、やめてくださいと叫んだ。何度も謝りに行こうと思ったんだが、チャチなプライドが邪魔をしてできなかった。くだんない男だよ、俺は。こんな俺についてきて尽くしてくれたお前たちの存在を今さらありがたいと思っても遅いよな。雄太先輩が立ち上がった。会えて本当に嬉しかったよ。これまでありがとう。そして本当にすまなかった。深々と頭を下げられて、俺は今度は何も言えなかった。顔を上げてにこりと笑った雄太先輩の笑顔は、学生時代そのままだった。清掃員もいいもんだぜ。掃除をしていると、自分の薄汚い心まできれいになるような気がするんだ。だから、陽介はもう何も気にするな。俺は俺で、ここからやり直すよ。そして立ち去ってしまった。追いかけることもできずに、俺はただ先輩の背中を見送った。それから1週間が過ぎた。雄太先輩から連絡はない。俺も連絡をすることができなかった。けれど、
どうしても気になってしまう。仕事中につい考えてしまって、つまらないミスを連発してしまった。どうしたんですか？何か悩み事でもあるんですか？木原社長にランチに誘われて言われてしまう。すみません。仕事に影響するなんてプロ失格です。そう言うということは、やっぱり何か悩み事があるんですね。私でよければ相談してくれませんか？心配そうに言われて、俺はどうしようか迷ったが、思い切って裕太先輩の話をした。木原社長は黙って俺の話を聞いてくれた。なるほど。コントレールの買収は私も聞いていました。佐々木社長が今、そんなことになっているとは。食事の手を止めて、木原社長がじっと何かを考えている。こんなことをお願いするのは厚かましいんですが、裕太先輩をミッションで雇っていただくわけにはいきませんか？うちで？コントレールの社長ですか？びっくりして木原社長が俺を見る。ええ、裕太先輩のスキルはきっとミッションの役に立ちます。あの人は本当に天才なんです。お願いします。思わず頭を下げてしまう。木原社長は何も言わなかった。視線が俺のつむじのあたりに注がれているのを感じる。諸田さんはコントレールに捨てられた、つまり佐々木裕太社長に捨てられたんですよね。それなのに彼を助けるんですか？静かに聞かれて俺は顔を上げた。確かに捨てられたと感じていました。けれど俺の不注意が原因だったのは事実です。それに俺はあの人がやっぱり好きなんだ。木原社長が眉間にシワを寄せた。好きとか嫌いとか幼稚なこと言ってるのは分かってます。でも俺の人生のすべてであり、憧れであり、目標だった人なんです。こんなところで終わるような男じゃない。学生時代の思い出や一緒に働いていた時間が思い出されて涙が出そうになる。俺はぐっと拳を握りしめた。裕太先輩はきっとミッションにとって必要な人間です。俺が責任を持ちます。何かあれば俺の首を差し出します。どうか、どうか、お願いします。立ち上がり、頭を下げると、周りのお客さんたちが俺を見た。座ってください。俺はゆっくりと腰を下ろした。コントレールの佐々木社長は IT の優とまで言われた男だ。確かにうちにとってのメリットは大きいでしょう。けれど、あくまで一社員としてしか迎えられません。それを佐々木社長が良しとするでしょうか。静かに聞かれて、俺は即座にうなずく。はい、裕太先輩はそういう人です。確かにプライドは高いですが、徹底的な現実主義です。それが仕事だとなれば、どんな境遇でも全力を尽くす人です。力説しすぎたかなと思い、少し恥ずかしかった。けれど、木原社長は楽しそうに笑ってくれた。いいでしょう。諸田さんがそこまで言うなら、喜んでお迎えしましょう。私だってコントレールを作った男には興味があります。この業界で佐々木社長に憧れない男なんていませんからね。俺は
思わず木原社長の手を握りしめた。何度も何度もお礼を言い、溢れてくる涙を拭うことも忘れていた。その後、裕太先輩はミッションにやってきた。何度も断られたが、俺は諦めなかった。どうしても、もう一度裕太先輩と一緒に仕事がしたいんだ。しのごの言わずに俺についてきてください。最後は怒ったように叫んだ俺を呆れたような顔で見て、とうとう裕太先輩は大笑いしながらイエスと言ってくれた。最初は職場の雰囲気は微妙だった。かつてコントレールを立ち上げた男が新入社員としてそばにいるのだ。みんなやりにくかったと思う。けれど、裕太先輩は地道に努力を重ね、仕事で信頼を勝ち取っていった。今では木原社長からも頼りにされている。ただ一つ困るのは、裕太先輩が俺のことを陽介先輩と呼ぶことだ。だからそれはやめてくださいって何度も言ってるでしょ。ダメだよ。こういうことはきちんとしないとな。今は陽介が俺の先輩なんだから。たくん、面白がってるだけでしょ。まさか、俺は心底お前を頼りにしているよ。陽介先輩。そこで裕太先輩は大声で笑った。かつてコントレールの話をしてくれた時のような笑顔だった。いつかまたこの人と一緒に空の彼方まで行けるだろうか。頭上に浮かぶ雲を見上げて、俺は心で願った。